こんにちは、ハッカです。今日はですね、ソニーから新しく発売されたこちらの完全ワイヤレスイヤホン、リンクバッツの紹介をしたいと思います。このリンクバッツ、発売から少し経っているので、多くのレビューも上がってますし、皆さんも存在は知っているっていう方も多いのではないでしょうか。皆さんはこのリンクバッツに対してどのような印象をお持ちでしょうかね。実はあんまりいい印象を持たれてないんじゃないかなっていうふうに感じてるんですよ。というのも、今までの完全ワイヤレスイヤホンと同じ延長線上で考えていくと、決していいイヤホンとは言い難いんですよね。このリンクバッツって特定の用途とかシチュエーションでこそ進化を発揮する製品なんですよ。なので話題になっているからと思って、すぐ飛びつくと結構痛い目見るんじゃないかなという製品にもなっています。この製品を一言で言い表しましょう。それは会話をするためのイヤホンなんですよね。そう考えると、このリンクバッツっていう名前もなかなか味わい深いものがあるんじゃないでしょうかね。先に言っておくと、私はものすごいこのリンクバッツ気に入ってます。一方で、これだけではなくて、他のイヤホンも併用したいなというふうには考えてるんですよ。なぜなのか、そこら辺の詳細を解説しますね。まず、このイヤホンのキャッチコピーは、つけていることを忘れる完全ワイヤレスと、軽い耳を塞がない聞きながら聞こえるという2つなんですよ。もうこの2つで大体の特徴を表していると言っても過言ではなくて、この音の出る部分、ちょうど耳に当たる部分なんですけど、真ん中に穴が開いてるんですよね。ちょうどドーナツ状のような形になっています。今の主流はカナル型というイヤーピースを耳の穴にフィットさせて密着感を高める。それで静音性を高めたとか、ノイズキャンセリングがあって、外の音をしっかり聞こえないようにしながら使うっていう耳栓のような使い方をするイヤホンが圧倒的多数ですよね。で、カナル型が主流になる前はインナーイヤー型って言って耳の穴の前の空間で支える。代表的なものは Apple のイヤーポッツ、AirPods だと思うんですけど、そういったものが主流の時期がありました。で、このリンクバッツというのはそのインナーイヤー型というものの一種ではあるんですけど、ちょっと特殊なのが付け方で、耳の穴の前の空間でこの聞こえる部分を支えるっていうものとはちょっと違って、この耳の後ろのくぼみの方ですね。ここにフィッティングサポーターというシリコンを少し忍ばせるっていう感じで支えてます。で、こういった構造を採用することによって、音の出るドーナツ状の部分を小さくすることができたんですね。で、ソニーの完全ワイヤレスイヤホンの中では最小最軽量ということで、各メーカー比較しても本当に小さいコンパクトで軽いイヤホンに仕上がっています。もうなんたってケースがこれですからね。本当に小さいです。そして音の出る部分に穴が開いている、耳を塞がないということはどういうことか。そう、ノイズキャンセリング機能が全くありません。もう常に外音取り込みモードです。しかも外音取り込みモードって言っても、他のイヤホンみたいにマイクで拾った音を耳の中に届けるのではなくて、単純に穴が開いてるから外の音が聞こえるよっていう、そういった外音取り込みなんですよ。良くも悪くもそれが最大の特徴なんです。はい、それではこのイヤホンリンクバッツのいまいちな点を先に挙げてしまいましょう。こういうところがあるからちょっと買いにくいなって感じてる人が多いなというポイントです。まず1番目、音質が悪い。そう、みんなぼかして言ってますけど、決して音質は良くないです、これ。というのも、開放型のヘッドホンとか密閉型のヘッドホンっていう2つの種類あるじゃないですか。で、開放型って低音が弱くて、高音の伸びがいいとかっていう風なカテゴライズされてるんですけど、こちらのイヤホンにも同じような特徴が出てて、穴が開いていて、音が自由に出入りすることで、低音の響き、そういったものが非常に薄いんですよ。私普段モニターヘッドホン使ってて、ある程度フラットな音が好みではあるんですけど、それと比べても明らかに低音が出ないです。これはもう形というか、宿命みたいなものかなというふうに感じてまして、
ただ低音が出ないだけだったらなんとなく想像がつくなっていう感じなんですけど、高音域が逆に音質が良すぎて結構耳に刺さってきたりとか、バランスがとても悪いなって感じちゃうんですよ。なのでしっかりと音楽を楽しみたいなっていう用途には向いてないっていうのが一つありますね。そして全体的に音量が小さいです。これも穴が開いてるからなんですよね。耳栓のように耳を塞いでそこに音を届ければ、小さい音でもしっかりと大きく聞こえるじゃないですか。なので音が外に逃げてしまうんで、音量自体は小さいです。iPhone なんかだとマックスまで音量を上げてもそこまでガンガンうるさいなって感じではないんですよ。で、外が非常にうるさいシチュエーションとかだとやっぱりどうしても聞こえづらくなってしまうので、ノイズキャンセリングも全く効かないですし、そういった周囲の雑多な環境に左右されないように音楽を聴きたいっていうところにも向いてないです。で、次に使えないシチュエーションが多いということでしょうか。やっぱり開放型で、音が逃げていく、すなわち音漏れするんですよ。で、イヤホンの音漏れって音の大きいとか小さいに限らず、聞こえた瞬間に周囲の人にとってはそれは騒音なんですよね。基本的に絶対聞かせちゃいけないものだと思うんですよ。となるとやっぱり電車やバスみたいに通勤時は使えないんですよね。あと静かな図書館とかそういったところでも向いてないです。ある程度音のするカフェとかでギリギリ使えるかなっていうレベル。あと家族のいる寝室なんかでも寝る前にちょっとこれをつけてっていうところで、寝てる人の邪魔になるっていうのもありますよね。音漏れだけではない問題もありまして、動画編集とか音楽作成での、シビアな音量調整だったりとかバランス調整、そういったものにも向いてないです。ワイヤレスで遅延もあるっていうのもありますけどね。動画編集であれば波形を見ながらカットを編集するぐらいとか、あと音のちょっとした確認とかそういったものには使えます。最終調整まではこれではいけないなっていう感じですね。そして3番目ですね、装着感が人を選ぶということです。これですね、フィッティングサポーターで支えるっていう構造になってて、フィッティングサポーターも5段階の種類がついていて、非常に多くの方の耳に合うようにはなってはいるんですけど、そもそもがこのドーナツ状の部分が、大きさが固定じゃないですか。で、結構硬い材質なんですよね。なのでこの耳の前の空間、ここが狭かったり小さかったりする方はこれをずっとつけてると痛くなる可能性もあるかと思います。私は結構長時間つけていてもそこは気にならない方ではあったんですよね。ちなみに私Apple のイヤーポッツ、あれ長時間つけてるとすごい耳痛くなるんですよ。ちょっと当たりどころが悪いんでしょうかね。こういった形で悪いところを上げていきました。これだけ聞くと、今まで完全ワイヤレスイヤホンでいいと言われていた機能や性能っていうのを完全に潰しているダメな製品に聞こえてきませんか？でもですね、本番はここからなんですよ。逆にいい点見ていきましょう。まず一つは、先ほどとちょっと対極にあるんですけど、本当に軽くて、つけてること忘れるってとこまでいかないですけど、長時間つけていても負担にならないです。耳の形が合う人限定の話にはなるんですけどね。ただイヤーポッツよりもこのドーナツ状の部分は小さく作られてますし、フィッティングサポーターがあることで耳の中で動くことがあんまりないんですよね。それが非常に快適なつけ心地を生んでいるので、ちゃんと耳の形が合う人であればかなり長時間つけていられます。で、次に家族と一緒に暮らしていて、リビングとかでそれぞれがいろいろ別のメディアを楽しみながら、会話を時々するみたいなシチュエーションだと結構生きてきます。最近だと私は食器を洗いながら音楽を聴いたりすること多いんですけど、その時に家族はテレビ見たりしてるんですよね。で、そういったことで、ちょっとした会話があったりとか、何してるのかが分かったりとか、邪魔をしないレベルでそれぞれある程度音声を楽しめるみたいな、ちょっと変わった使い方かなっていう感じもしますけどね。
そして次、やっぱり外音取り込みが超自然っていうのが、メリットではないでしょうかね。特にこれ屋外で発生するんですけど、自転車に乗っている時とかランニングしている時なんかでもいいと思うんですよね。で、私、やっぱり今冬なので、外出る機会ちょっと少ないんですけど、家の前の雪をかいてる時で、雪かきの時にやっぱりちょっと寂しいから音楽でも聴こうかなっていう時に、周囲の音聞こえないとちょっと危ないかなっていうのがあります。あと、他の完全ワイヤレスイヤホンの外音取り込みモードって結構風切り音も拾っちゃうんですよ。当然マイクで外の音を取って自分の耳に入れてるわけですから、そのマイクが風のボーとかゴゴゴゴゴっていう音を拾ってしまうと、それが耳障りになってしまいます。で、その点リンクバッツは外音取り込みモードというのはないので、風切り音っていうのは全くなくて、自然と耳の中にちょっとした音声を届けてくれるかなというところですね。そして最後のいい特徴、マイク性能が非常に高いです。なのでこれは自分自身にはあんまりメリットないんですけど、これを用いて会話をするときに相手方のメリットになります。で、このマイクの方にだけノイズキャンセリングが入ってるんですよ。屋外とかで結構ある程度うるさいシチュエーションがあったとしても、こういった喋っている声というのをちゃんと聞き分けて、そちらだけをオンライン上の相手に届けてくれるっていうところです。なのでスマホで電話する時のヘッドセット代わりにもなるかなっていうところですよね。で、いろいろいいところを見ていくと、気づくことがあります。そう、このイヤホンは外の音を聞くための、そして自分が喋っている音を自然に聞くためのイヤホンなんですよ。で、ここから導き出される答えは一つです。ウェブ会議最強。そうなんです。オンライン上で人と話をする、会話をするときにこそ進化を発揮するイヤホンだったんです。オンラインでもオフラインでも人とつながるイヤホン。だからリンクバッツ。納得ですね。そしてソニー公式で謳われていた使い方として、音声でナビができる機能というのがあります。マイクロソフトランドスケープっていうアプリとの連携なんですよね。これを用いると視覚に障害がある方でもある程度自分の向いている向きだとか、方向によってしっかりとナビをしてくれるみたいなところがあるらしいんですよ。どれだけ使えるのかっていうのは結構未知数ですけど、非常に未来の形だなと、人と社会をつなぐという意味でもこのリンクバッツなんだなっていう風のを感じさせられる、そんな機能です。で、ここからは、リンクバッツ独自の話ではないんですけど、最近のソニーの完全ワイヤレスイヤホンっていうのがすごく使い勝手がいいんだよっていうお話です。で、この今リンクバッツ耳にしてますけど、この状態で聞いてるとするじゃないですか。で、ひょいっと外すと、聞いている音楽とか音声っていうのは止まります。で、さらにこのケースに戻してあげると、ペアリングが自動的に解除されるんですよね。で、次に使うときはケースを開けて、これを耳につけるだけでまた自動的にペアリングしてくれます。非常に使い勝手がいいんですよね。で、なおかつ最大8台までのマルチペアリングに対応してますんで、iPhone、iPad、PC、Mac、その他もろもろ、いろいろとつなぎ直すことができます。で、ケースもすごく小さいですし、で、収まりもいいんですよ。このドーナツ状の部分、音の出る部分がマグネットでふっとくっついて、で、さらに上の方を爪でカチッと止める形になってます。なので、下向けて振っても絶対落ちることがないんですよね。そして収めてるときはこのサイズなので、カバンにちょっと忍ばせてても全然邪魔にならないですよね。ノートパソコンなんかを結構持ち歩いて、事務所とか他の場所、いろんなところでウェブ会議をするっていう方には結構おすすめのイヤホンに思えます。で、こういった使い勝手を考えると、これはこれで会話をするためのイヤホンとして持っておいて、さらに音楽を楽しむためのイヤホンとして WF1000X Mark IV なんかも欲しいなっていうふうに思います。
似たようなイヤホンなのかなと思いきや、完全に住み分けがされている別のカテゴリーの製品なんですね。WF-1000X-M4 だけじゃなくて、このイヤホン使うっていう方は、もうすでに音楽用のイヤホン持ってるよっていう方にこそおすすめなのかなというところです。はい、いかがでしたでしょうか。今日はこちらのソニーのリンクバッツ紹介していきましたけれど、やっぱり今までの完全ワイヤレスイヤホンと比べると、もう全然向いてる方向性が違うっていうイヤホンかなというふうに感じてます。決して一人で音楽を楽しむためのイヤホンではないと。誰かと会話をしたりつながったりするためのイヤホンなんだよっていうことをお伝えしました。皆さんももしこの製品気になったら、こういったいい点悪い点をしっかり踏まえてから購入するということをお勧めします。本当にウェブ会議最強なんで、一回これウェブ会議で使ってみてほしいなというふうにも感じてます。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。